ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。リカルド、エンターテイナーである前にレーシングドライバーの話題です。ダニエル・リカルドはトップの F1 ドライバーとしての地位を再び確立することを目標に掲げている。昨年末にマクラーレンとの契約を解除された33歳のオーストラリア人ドライバーはシーズン半ばにかつてのレッドブルファミリーアルファタウリのジュニアカーでグリッドに復帰した。しかし期待された序盤戦はわずか2レースしか走れず、ザントフォールトでクラッシュして左手を骨折。週末のオースティンで再びステアリングを握ったが、最終的にはチームメイトの角田裕樹に大きく引き離された上、角田はポイントを獲得したもののリカルドは最後尾に沈んだ。しかし彼はあくまでも前を見ていると主張する。大きな問題は手が痛くて悪い結果だったと言わなくて済むように十分な時間を取って戻ってこられたかどうかだ。それはみんなの時間を無駄にするだけだったとスポーツ1でリカルドは語った。しかし手の感触は良かったものの、リカルドは休んでいる間に体力が少し落ちたことを認めている。負傷する前から 100% の状態に完全には戻っていなかったのだ。手に必要な時間を与えたことで信頼感を取り戻すことができたと思う。でもまだ少しサビが残っているのは認めたくない。今にして思えばもっとうまくやれたと思うような小さな決断をいくつかしたんだ。もう一つ明らかになりつつある問題は、リカルドがマーケティングや PR の面では F1 最大のスターの一人でありながら、もはや最高のドライバーの一人ではないという認識と戦っていることだ。実際アメリカグランプリの週末に先立ち、リカルドはオースティンのダウンタウンでポップアップストアを開き、自身のアパレルブランドエンチャンテのニューラインを発表した。リカルドはこう答えた。ドライブ・トー・サバイブ以来、特に僕の個性とスポーツを楽しんでいることで、僕たちはみんなちょっとしたことを感じているんだ。時々面白いことに、あのシーズンのあなたは素晴らしかったとか言ってくる人がいるんだけど、僕はレースのシーズンかドライブとサバイブのシーズンかって言うんだとリカルドは笑った。でも何よりもまず僕はレーシングドライバーであってエンターテイナーでも何でもないんだとリカルドは主張した。僕たちは皆プロフィールを作りちょっとしたブランドを築いていると思うけれど、それはレースという側面から切り離されたものではない。リカルドは否定的な意見に対処するため基本に立ち返ることを心がけているという。ただ楽しい時間を過ごすためにここにいるのではなく、まだハングリーなレーシングドライバーとして見られるようにするためだ。リカルド、エンターテイナーである前にレーシングドライバーの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。